作動ステアリングと呼ばれる機構がある。2つのモーターの回転数の差を用いて、タイヤの向きと回転を制御する構造である。説明が難しいので模型を作ってみた。構造としてはタイヤとそれにつながるギアが保持されたユニットの上下に、そのギアに噛み合うように傘歯車が2つ配置されている。上下の歯車を同じ向き、速度で回転させるとタイヤの向きが変わり、逆向きに回転させるとタイヤが回転する。そしてそれ以外の時はタイヤの向きが変わりながら回転する。この構造のメリットは色々ありますが、何より見た目がかっこいいので、こいつを使って何か作りたい。ちょうど最近、マジラジ、という企画を、魔改造ミニ四駆の動画などで知られるアズパカ氏が発案されていたので、これに便乗して作動ステア搭載ラジコンを作っていきたいと思います。さてこの作動ステア、通常はマシンに複数搭載することで、全方位移動を実現するような使い方をされる。がそれではあまりにラジコン味が薄い気がしたので、今回は作動ステアの駆動輪と、2つの受動輪を搭載したマシンを作ることにした。この時点で作動ステアを採用する理由がほぼなくなった気がしますが、かっこいいので仕方がない。構想が決まったのでわちゃわちゃ設計して、部品を 3D プリンターで印刷、組み立てていく。メインの駆動部ができたのでテストしてみる。問題なく動いた。あとは後輪と、転送を組み込めば、完成。各部を紹介しよう。フロントに作動ステアリング機構を配置。任意の向きに駆動輪を操作できる。それぞれの歯車は、タミヤのラダーチェーンで左右のギアボックスに接続されている。モーターはトルクチューンモーターを採用。転送系は詳しくないので、定番の MC8 のセットをそのまま使用した。リアの受動輪には、気持ちと見栄えのためのバネのみサスペンションを搭載している。早速動かしてみよう。これは、めちゃくちゃ操作が難しい。というのもこのマシン、単純にステアリングがクイックなことに加えて、普通のラジコンと異なり、ステアリングを自分で中央に戻す必要があるし、作動ステアの性質でタイヤの方向転換中は回転数が落ちるので、意図せずマシンが急加減速するのだ。しかし通常ではありえない駆動輪の切り角によって、とても面白い挙動をする。かなり楽しいぞこれは。アクションカメラで走行中の作動ステアの様子を撮ってみた。この視点で見るとタイヤが変な向きになっているのがよくわかるし、チェーンの動きがよく見えてかなり良い。これだけで白米3杯はいけるな。8の字コースに挑戦してみる。結構練習してこれというところから、難しさを分かってもらいたい。ただこの難しさも込みでかなり楽しい。練習してこのマシンで世界を目指そうと思います。今回作ったこのマシン。
ラジコンとしての性能はお世辞にも高いとは言えませんが、前々から気になっていた機構を採用できたし、操作性が新しくて楽しいこともあって、個人的な満足度はかなり高いものになったのでよかった。また今回使った MC8。ラジコンを触るのが幼少期のキーンホーク以来の私でも、何のトラブルもなく簡単に使用できたので、ラジコンを手軽に自作するには非常に良いものだと思う。皆さんもぜひこれを活用してマジラジに参戦してはいかがでしょうか。おまけ。片手運転片手撮影をやってみた。これは人類には無理だな。